こんにちは。今回は大手 A 市場、生命城ガズの魅力を紹介します。生命城ガズまでの生き方は別の動画で紹介しているので、まだ見ていない人はそちらも見てください。それでは行きましょう。生命城ガズには入り口が2箇所あり、今回は新王宮から歩いたため2号門から入ります。正面に大きな建物があり、ここでチケットを買ったり衣装を借りたりすることができます。入り口は少し左側に入ったこの星の部分。ちなみにマップ上にある白雪区域とは映画やドラマの撮影に使われるセット群があるところで、ここにも入ることができます。運が良ければ撮影現場に遭遇できるかもしれません。入ってすぐの建物も撮影区域の一部で、照明やカメラが展示されています。このようにカメラを動かすレールもあり、撮影現場に入り込んだ気分になります。将軍の家のセットでしょうか。家具や小物もドラマで見たことがあるものばかりです。入ってすぐの建物を抜けたところに見えるのが、こちらもドラマで見たことがあるような門。手前にあるのは4人乗りのカートで、生命城ガズではこれに乗って回ることもできます。価格は1日200元、約4000円。自動ではなく漕いで進まないといけません。門を抜けて左回りに進んでいきましょう。ここでも衣装を借りて写真撮影ができるコーナーがあります。近くの建物には公邸の椅子もあります。建物内での記念撮影は有料ですが、周りにもなかなか美しい撮影スポットがたくさんあり、こちらは誰でも使うことができるようです。このエリアには大宋市政博物館があり、宋の時代の人々の衣食住の様子の展示があります。こちらは入場無料です。続いて紹介するのは、生命城ガズの象徴ともいえるこのエリア。静かな池に架かる橋。何かのドラマで見たことがある気がします。もちろんこの橋、渡ることができます。橋の上から見るとこんな感じ。渡った先にある東屋も風情があります。橋の手前にあるこの建物にも入ることができ、階段を登って外を見てみると、素晴らしい景色が広がっています。ドラマのワンシーンのようです。写真にも写っているこの提灯。建物周辺を見てみると、下に置いてあるのも見かけました。他のタイプの小道具も置いてあり、何かを取り付けているところにも遭遇しました。何かの撮影の準備でしょうか。こういった場面が見られるのもいいですね。次は先ほどの建物の裏側のエリア、撮影区域に入ってみましょう。ここは街のセットで、路地や庭などもリアルに再現されています。建物に入ることができますが、家具は何もありません。撮影が始まってからドラマにあった家具が運ばれるんでしょうね。すぐ近くには家具や表札などが地面に置いてあり、外したのかこれから取り付けるのかはわかりませんが、ここでも撮影の準備が進んでいるようです。何のドラマか気になりますね。次は隣の撮影区周辺を見てみましょう。期間限定かもしれませんが、誰かの結婚式の準備のような街並み、屋台などもあります。一番目立つ尊陽聖天があることから、この辺りを尊陽聖天区というようです。ここではドラマ、陳情令の撮影もあったそうですよ。ちなみに、店の入り口付近にある説明を Google 翻訳で見てみると、聖天とは宮廷公認の公式店のことで、外にある足場のようなものも建設中ではなく、関門聖楼という商売繁盛を祈願するためのものだそうです。この通りをさらに進むと何かの門が現れます。この門の先に見えるのは大僧坊と書かれた場所。ここはアーケードのようになっており、美しい天井とその両側にはお土産屋さんが並んでいます。途中には中国ドラマに出てくる裁判をする場所のセットもありました。これは刑を執行する道具。こんなのを見たら手を入れずにはいられません。大僧坊を抜けた先にも何やら雰囲気のある建物が。ここはドラマ人工の夢にゆかりのある場所のようです。このドラマは見ていないので調べてみると結構面白そう。今度見てみたいと思います。そしてさらに進むと見えるのが大きな橋。と、それよりも気になるのが中国ドラマでよく見るこれ。さっきの大僧坊で買った三差し飴です。
中国語ではタンフールーと言います。値段は15元、約300円。リンゴのような感じで甘酸っぱくて美味しいです。ただし、小さな実の中に結構種が入っているので、思いっきりかぶりつくと歯を痛めるかもしれないのでご注意を。あと、種をどうするかも困りました。私はティッシュに集めて後でゴミ箱に捨てました。次は橋を渡って右側に進み、1号出入り口を過ぎたあたり。ここには食事処があります。この写真だけで気づいた方は相当な中国ドラマ通だと思います。ここはゼイセイをモデルとした場所。ピータン屋台もあります。ゼイセイファン必見です。池の周りを歩いた先には、十日島と書かれた場所が、写真スポットもあります。桃の花の季節には綺麗なんでしょうね。ブランコもありました。綺麗な廊下や川や滝など美しい庭園が広がっています。続いてはこのエリア。ここは宋の時代の商店が並ぶ場所を再現しているようです。40秒ほどの動画で実際に歩いた気分になってください。商店街の向かいにあるのが水湖殿エリア。数体見えていますが、この階段で山に登る道中に水湖殿の英雄たちの彫像が並んでいます。自分の推しがどこにあるのか探してみるのもいいですね。ちなみに私の推しは武将とロチ神です。残念ながら108人全員の彫像を確認することはできませんが、彫像の姿は別の動画でゆっくりと特集したいと思いますので、水湖殿ファンの方も、水湖殿を知らない方も、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画で紹介するのは、入り口の右側にあるこちら。少し見えにくいのでアップにすると、そう、割れた杯の山です。水湖殿では108人で杯を組み交わした後で床に叩きつけて割るシーンが印象的ですが、ちょっと真似したくなったものです。と、そんな方に朗報が。なんと、ここでその体験ができます。この値段でお酒を飲んだら残った杯を割る。割れるを意味する字が年を重ねる意味と発音が同じことから厄除けの意味もあるらしいので、興味のある方は怪我に注意してチャレンジしてみてはどうでしょうか。まだまだゆっくり見たいところですが、閉園時間になったので出口に向かいます。11月から3月までは16時30分、それ以外は15時が閉園時刻です。出口付近にはキャラクターの案内板があり、ここを通ると建物があり、そこを抜けて回転扉から出ていきます。今回はお土産屋さん直結ではありませんでした。お土産を買って帰りたい人は1号出口から出ることをお勧めします。以上、振り返っているうちにもっと見たいところがたくさん出てきた生命上画図でした。追加情報やご意見、ご質問がある方はコメントしていただけると嬉しいです。それでは皆さんの旅のお供に D ラボチャンネルでした。